実験大好きエミネウです。今回は買ったらダメ中古無線機、使うつもりで買うなら品定めも重要ということで、この品定めのところをね徹底的に追求していきたいなと思っております。で、必ずねここで問題になるのが、買うと後悔する無線機の症状、具体的に紹介していきたいと思っております。修理ができない無線機っていうのがね多数あります。無駄な努力が続くような形になりますのでね、ここについても詳しく紹介していきたいなと思います。中古無線機の闇のその仕組みについてね簡単にご紹介させていただきます。調子が悪い、故障してるやつですよね。で、皆さんね必ずこのキーポイント見ますね。自分で直そうかなと思っている方も結構多いんじゃないでしょうか。結構お金がかかる場合もあるって、ここをね絶対忘れないようにしていただければと思います。故障した箇所が分かりましても、交換するための部品がね本当に入手が困難だとあるんですけど、値段が全く見合わない、買った機械よりも高いような値段でね、価格とある程度折り合いがつかないと皆さんなかなか作業に入れないと思いますので、ここがねある意味一番の闇じゃないかなと思います。電子部品のね入手先ですけど、一番最初に考えるのが作ったね無線機メーカーさん、こちらの方から修理部品っていうのをね取り寄せる方法っていうのもあります。個人向けの通信販売、デジキーさんとかマルトさんあたりですかね、日本です。他にもね秋月さんはちょっとジャンク系も多いと思うんですけどね、こういうところでもね結構部品っていうのがね通信販売で売られているような形じゃないかなと思います。下手するとこの中でね一番頼りになるのがオークションかもしれないです。もう最後の手段っていうのが部品取りの無線機から取る方法、同型の無線機も当然なんですけど、その世代の前後の無線機っていうのにはよく似たようなね半導体が結構使われてますので、壊れた修理できない無線機からね部品を取っちゃうっていうこともね結構あるんじゃないかなと思います。直そうにも直せないものっていうのが結構ありますので、その具体例っていうのをねご紹介させていただければと思います。表示が見えない、これが一番重要じゃないかなと思います。ディスプレイは命、周波数、これ重要ですよね。今どこで出てるのかわからないと運用できませんので、この周波数、モード、各種のねメモリーとかそういうステータスが全部あります。ディスプレイが映ってない無線機っていうのは本当に使い物にならないような形になります。液晶ディスプレイの液晶が固まるっていうんですか。液晶というのはねねじれ現象で電気を加えてねじって光を遮断したりするんですけど、その液晶が固まってしまうような事例が結構あります。内容はこんな形ですね。電気は全然これ入ってないんですよ。オフの状態でも8888、今どういう状態で動いているのか全くわからないような状態です。このディスプレイ以外はね本当に正常な無線機でした。本当これ残念だったんですけどね、表示以外は全て修理が完了したんですけども、表示だけはねこの表示ユニットを交換するしかないっていうのでもう断念しました。部品取りから取ればいいだろうっていう話があるんですけど、これ調べていただいたら分かるんですけどね、部品取れそうな無線機で結構高い値段で売ってますので、とても割に合わないと分かりましてね、このディスプレイが直しきれなかったっていうのがね心残りになっております。表示が異常の2番目の事例ですけど、制御してるね専用の IC が故障してしまってる、この事例も結構ねある時期の無線機に集中しております。AIS さんのね FT757 だったかな、これ表示がこんな形になったんですよ。最初はねもう少し表示がね表示されてたんですけど、ところどころなんか変に表示が出てた、おかしいな、調子悪いなと思ってて、3年ぐらい経ったら突然こうなっちゃいましたね。他のとこが全部切れてしまって、別にこれね VF を AB 選んでもこんな形なんですよ。結果的にはねこれ表示を制御している IC っていうのがね故障してしまったような事例になっております。 FT の 101Z あたりでも多かったみたいなんですけどね、人気機種ではこの専用の IC っていうのを有志の方々が当時でしたらピックバイコンとか使われましてね、ご関心のあるそういう IC を作られて配布されてた時代もありますので、それぐらいね同じトラブルで悩まれている方が結構多かったんじゃないかなと思います。専用の IC 調達することが無理でしたので、この症状のまま、これ以外は全部正常だったんですけどね、もうこれで修理完了になってしまって、結果的にはねもう使えない状態になってしまいました。液晶画面のにじみですよね。これもね同じなんですけど、カラフルな液晶画面っていうのが一時期あったと思うんですけど、液晶がにじんでしまいますと表示がよく見えなくなるので、液晶さえね交換すればいいんですけど、これがまた手に入らないっていうんですか、手頃な値段ですので、これもね注意ねしていただいた方がいいんじゃないかなと思います。液晶ディスプレイ、いろんな文字とかいろんなねこういうグラフみたいが出るようなね液晶ディスプレイもものすごく注意が必要な形です。よく液晶でもねこの横線が2本ぐらい入ってます、左右ちょっと暗い明るさが違いますっていうのはね、正直言いまして他のね
機器でも全部一緒なんですけど、症状が悪化していくことが多いと。大体そういうの買いますとね、1年とか半年いくとだんだん抑線が増えてきて、あの日をもってブワーってなってしまって、もう字が読めなくなったりするのでね、症状が悪化することが多いんでおすすめしないような形です。でこれの傾向というのもね、なんかこう液晶ディスプレイの作られてるメーカーさんのロットっていうんですかね、なんかロット不良とは言わないんですけど、やっぱりあるロットは何年以上、10年ぐらいですかね、経つと運悪く結構同じような症状が出ることが多いのでね、これも結構ね難点が多いようなねポイントとなっております。一つ言えることは、ディスプレイ周りはね本当に見えないと使えないんですよね。それ以外は正常なんですけど、使えないっていうのがものすごくね残念っていうんですか、なんか修理が終わっても無念だけしか残らないような形でね、私はこの手のね修理っていうのはやっても実用の無線機と使えないんでね、非常にね毎回悔しい思いをしているような限りです。パワーが半分しか出ないと。出ないっていう場合もあると思うんですけど、ポイントはね、パワーがだいたい半分ぐらいしか出ないっていうね、無線機も結構多いんじゃないかなと思います。パワーモジュール。これもね、非常に便利で一時期各メーカーさんが採用されたと思うんですけどね、半導体が劣化して、だいたい半分ぐらいの出力に落ちるやつがね、結構多いんじゃないかなと思います。傾向としましてはね、ハンディ機はガンガンに熱くなるまで使ってる人でしたらね、もうだいたいパワー本当に7割減とかそんなのもいくらでもあったと思います。モービル機でも高出力のやつですよね。あの当時 10W と 30W ぐらいか 40W ぐらいがだいたい2種類あったと思うんですけど、ほとんどね 10W 機っていうのはね無理して使ってないんですけど、高出力のやつはね大抵使い方が悪いと出力を落としてしまっていると。半分ぐらいしか出ないっていうね機械も結構多いのでね、ご注意いただければと思います。交換用のパワーモジュール、これが手に入ればね何の問題もないんですけども、すでに東芝さんも三菱さんもねもう遠の昔に製造終わってます。で流通在庫もほぼもうないので、あるとしましたらプレミア価格だけですので、正直言ってかなりお金積まないといけないんでね、おすすめできないような形になっております。修理をやめて、中途半端な出力で我慢するのか、妥協できないならもう正直言ってね、こういう無線機も手出さない方がいいと思います。直したとしてもお金がかかる。で、なんか気持ちも良くないようなね、ことが結構多いんじゃないかなと思います。基板が燃えている、黒く変色してるってやつももうやめられた方がいいと思います。プリント基板が炭化してしまっていると。プリント基板って本来はね絶縁体なんですけど、熱とかが入りますと炭素になってしまって、要は電気が流れてしまうということでね、ほとんどの場合ですと大電流が流れてその回路が高温になったような証っていうことで、だいたいこうなりましたね。メーカーさんの修理っていうのはもう拒否されるような傾向になっております。メーカーさんもね、なんで修理拒否されるかと言いますと、修理してもね必ずすぐ他のところが故障するというんですか。メーカーさんの一つのメリットとして、修理した、基本は同じ箇所って書かれてると思うんですけど、もう一回故障すると一定期間内はね保証がかかってますので、別の箇所が故障した場合、メーカーもねもうそういうトラブルを避けたいという気持ちがあるので、修理のね保証期間内に壊れそうな無線機っていうのは基本もう今手出さない傾向ですのでね、やっぱそれぐらいねリスクが高い、炭化したようなね基板っていうのは使わない方がいいんじゃないかなと思います。で、結果的にはねこういうものっていうのは避けた方がもう楽ちん、苦労しても大して面白くない苦労じゃないかなと思います。ボリュームが異常になっていると、要はボリュームが回しても効かずにスケール値がよく開きっぱなしとか閉じっぱなしとか、ボリューム回しても反応しませんっていう結構ねある時期多かったんじゃないかなと思います。ほとんどボリューム本体が故障していると。ちょっとメーカーさん有名出して申し訳ないんですけどね、アルプス製品超有名です。もうある時期のやつはほぼ全滅してるんじゃないでしょうか。ボリュームの中の板バネみたいなものが1個取れてるだけなんですけど、本当の腕の立つ人らは、この後継機種、そのアルプスの後継機種を個人で特注で作ってもらって、でただ基板の差し込み口がね互換性がないんでね、基板を新調されたりしてねネットで販売されている方もおられますね。買うとやっぱり手間賃もあるし、この特注した分他のボリュームよりも高くなりますので、やっぱり全体的に貝の値段に合わない傾向じゃないかなと思います。よくね皆さんされている方法がボリュームのユニットを分解してボンドでね補修する方法があります。結構ね簡単なんですけど、必ずねボンドです。数年経つとまた再発、ポロッと取れます。非常に信頼性が低くなっております。バックアップ用の電池、電源切るとすぐ忘れますっていうやつは、バックアップ用のリチウム電池交換したらほぼ復旧するんですけど、世の中にも一部の機種だけなんですけど、
バックアップ電池が空になるとプログラムが消えて動かなくなるっていう機械があります。これも知ってる方はよく知ってるんですけどね、アイコム製の一時代の無線機ですね。非常にね、私も愛機として使ってる IC の750とかIC の1271って言われる1200メガのオールモード機がそうなんですけど、非常にね、使い勝手がよく非常に優秀な機械だったんですけどね、とにかくメモリー消えるトラブルっていうのがね、中古市場でもたくさん出回っているような形です。このバックアップ電池がなくなりますと、中のプログラムが消えてしまいますので動かなくなるバックアップ電池です。だいたい15年に1回ぐらい命がけで交換するっていうんですか。この前2回目買いましたけどね、命がけです。仮設のバックアップ電池でバックアップしながら、本番のね、バックアップ電池をハンダで溶かしながら端子取るんですけどね、稀に失敗するとプログラムが消えてお釈迦になるようなね、一大行事なんですけどね、こういう機械も世の中にはあるっていうような形です。オプションを後から購入しようかっていうのもね、これ要注意です。ものすごくね、命取りになりかねないような状況です。とにかくオプションってあるようで意外とないと。あったとしたらね、値段が高いやつしかないと。多分買われた本体ぐらいの値段ついてる可能性があります。それを探す努力を考えますとね、正直言ったらおすすめしません。38種類ぐらいから選べますよ。人工衛星対応にしたいなっていう場合は必要なんですけど、これがないとね、衛星アクセスできない可能性もあるので、結構ね、選ぶときにはこれ重要じゃないかなと思います。あと CW フィルターもそうですよね。電信を真面目にしようと思う 500Hz ぐらいのフィルターが欲しいってなると、これはね、一時期よりは手に入り始めたんかな、なんか外したやつを売ってるような人もおられるので、一時期よりは安くなったんじゃないかなと思いますけどね。これはこれでやっぱり結構値段します。モービル機で便利に使いたいからっていうので、セパレートにするためのキットっていうのがあるんですけど、これもね、あるようでないので要注意だと思います。データ通信とかします。周波数を安定させたいからって言って、高精度 TCXO ユニットっていうのもオプションで設定されているような機械ですと、意外とね、メーカー純正品っていうのは結構値段しますので、売ってる人いるんですけどね。これですのでね、これもね、もう今更感っていうのがね、満載じゃないかなと思います。一つのポイントとしましたが、欲しい機能、オプションはね、できるだけ実装済みのやつをね、探してご購入いただければと思います。その後ずっと後継機種調べていきますと、こういうね、皆さんの欲しいオプションユニットっていうのは、後継機種からはね、もう標準実装されているような機種がものすごく多いっていうんですか、標準で添付されてると。下手にオプション高い値段で買うぐらいでしたら、ちょっと高めの後継機種にするとね、全部にこれがついていることが多いですので、その件含めてね、機種の選定っていうのはね、ご注意いただければと思います。修理の失敗作品。これもね、非常に意見分かれるところじゃないかなと思います。出品者の人の誠意っていうのは伝わるんですよね。もう失敗しましたと、誠意は。ですから、嘘はついてる方は非常に少ないと思うんですけど、いざ直すと思うと、自然故障よりはね、はるかに難易度が高い傾向です。修理しようとして基板をめくったり外したり何回もしますとね、その基板のハーネス、コネクターの端子とかね、そこを固定しているハンザが緩んでしまって、断線とかよく起こすんですよ。故障のね、箇所がだんだん増えてくると。で、なおかつそれが広範囲化してね、なんかもう最後の方になったらもう絶望的な領域、基板を1回繰り返して元にすると故障原因が次々動いていくと。実はね、このハーネスがおかしいということに気づいても、ハーネスなかなかもう直せれないんで、傷んだハーネス、コネクターっていうのは使い物にならなくなってきますからね。もう正直言ってね、こういうものもよく考えてね、ご購入いただければと思います。当然ね、運よく治る場合もあるんですけど、ある意味、部品取り。でも部品取りでもね、なかなか程度がええとは思えないんでね、よく言う部品取りならありじゃないかなと思います。で、結果的にね、気をつけていただきたいのは、中古無線機の購入っていうのは、本当この負の連鎖が始まるっていうんですか。必ずね、直しても正直言って故障します。もう古い無線機です。あそこ直してもこっち直してもって繰り返しで故障していきます。飾ってて使わなくてもまた故障していくと。故障して直して故障して直していくと、なんかモチベーションが上がるというか下がることが多いので、ある意味動く間に手放してしまうと、こういう方も結構多いんじゃないかなと思うんですよ。自分で修理し終わって現状が把握できたらね、早めに手放してしまうっていうのもね、一つの楽しみ方かもしれません。まとめの方させていただきます。無線機のね、中古っていうのは高周波、低周波で、こういうコンピューターもありね、正直言って非常に内部複雑になっております。必ずなんですけどね、どんなに修理してもまたどっかが故障します。必ずね、他のところも故障していくっていうのがまたポイントになっております。それでもね、意外と20年前、
私の気持ち的には1980年度、まあ例えば101でしたら Z 以降ぐらい、 TS820 とか FT で107とかね、そういう無線機、要はもう40年ぐらい前ぐらいからでも結構使える無線機多いんでね、ここがねまた憎いポイントじゃないかなと思います。20年以上の無線機でもね本当に実用に耐えてしまうんでね、どうしてもね使ってしまう、また買ってしまうっていうのがねアマチュア無線中古市場の闇じゃないかなと思います。こういう中古無線機必ずね故障したりもします。調子も悪くなりますんでね、そういうための維持にもね技術が結構必要になってくると。できましたらね、アマチュア無線っていうのをアンテナ作る、無線機作るで通信する、いろんな楽しみあると思うんですけど、こういうね自分の持ってる無線機を保守する、多少手直しとかね多少調整するっていうのもね是非ともね楽しみの一つにね加えていただければ、またアマチュア無線ねもっと面白くなっていくんじゃないかなと思っております。こういう形でこの中古ネタもう言い始めるとキリがないんでね、タイミング見ながらねぼちぼちといろんな情報を提供していきたいなと思っております。おそらくお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。